ブル中野のブルチャンネル。はい、ありがとうございます。前回、前々回と強かったレスラーのベスト3、ベスト2を発表しました。今回はベスト1の発表です。毎回ちょっとね、自信なく話しちゃってるんで、名前出されちゃう人はね、自信ないのに話すんじゃねえよって思われちゃうかもしれないので、自信を持って今回も話したいと思います。それでは、ちょっとね、間違いないに書かなくちゃいけない漢字が入ってるんでね。はい。それでは発表です。強かったレスラー第1位は、じゃじゃん、ライオネスあすかさんです。本名は北村智子さんで、ともさんと呼んでいたので、ともさんと今回も呼んでしまうかもしれません。ライオネスあすかさん、私の3年先輩なんですけども、クラッシュギャルズ対極悪同盟として、もうほとんど毎日のように戦わさせていただいてました。私がもう2年目の悪役の時からもうずっと戦ってるんですけども、まずその頃にも勝った覚えはありません。アスカさんに勝ったっていう思い出はないですね。もうダンプさんが攻めて、私がもうちょっとやられてばっかりで、そのまま負けてしまうっていう、そんな多分試合の流れがずっと何年間も続いたと思います。その後ですね、私がちょっと中堅ぐらいになった時に、前にも話したんですけども、反抗期になったと。私がちょっと反抗期になったことありましたっていう話をしたんですけど、それがね、ちょっとプロレスに対しても、全日本女子プロレスに対しても、それで先輩にも同期にも、いろいろ私が、意見を持ちましてね、それに対して反抗していたっていう部分もあるんだけども、ちょっとグレちゃった。そのグレた形が試合中に、どんな相手にでも喧嘩を売っていくっていう。それが反抗期で勝手に自分で呼んでたんですけども、いきなりね、試合中にお客さん、見てる前ですよ、もちろん。お客さんも、相手の先輩たちも関係なしに、いきなりもう、バーンと先輩の顔を張っていって、で、張って張り返されるっていう、もう先輩ですから、しっかりもう後輩の技は何でも受けてくれます。思いっきり私が殴った。で、あっちも殴り返すっていう、構想が、もういろんな先輩とやりました。勝ったなって感じる先輩もいたし、また負けたなっていう人もいましたけども、このライオネスあすかさんにだけは一度も勝ったことがありませんでした。それでですね、私はもう、その時本当若いし、カッカカッカしてて、喧嘩するか喧嘩みたいな感じで、勝手に一人で、喧嘩を挑んでいってるんですけども、あとは残り、アスカさんだな、みたいな感じで、いつも、アスカさんと当たる時には、チャンスと思ってやっていったんですけども、もう、殴っても、全然アスカさんに聞いてるな、ちょっとひるんだなとかっていうことはね、全然思わせないぐらい、あずかさんはもう、微動だにもしなく、もう本当に仁王立ちで、私のやることを全て受け止めてくれて、で、思いっきりまた返してくる。私の顔はもうどんどん腫れていって、もう気がついた時にはもうこれいつ終わるのみたいな。張り合いで、いつ終わんのと思いながらずっと続いて、このまま行ったらもう負けるなって思って、いつも最終的にもう、恥ずかしく、コテンパンにやられて負けていた。その後にはもう、ちょっともう意識がなくなるぐらい殴られて、そのままいろんな技をやられて、最終的にはもうホールされて負けてるっていう、パターンが多かったですね。一度も、もちろん形式な試合のカウントとして取ったこともないし、勝ったこともないし、その私がふっかけていた喧嘩ですら、勝ったなっていう手応えは一度もありませんでした。もちろん運動神経も本当にずば抜けてよかったし、多分全日本女子プロレスの中で一番だったと思います。これも歴代いろんな先輩、後輩、同期もいますけども、あすかさんはお正月にある選手全員が参加するマラソン大会っていうのが、1月にあるんですけども、それに、何年も連続して、マラソン1位でしたね。だいたいこのマラソンで1位取った人はもうスター候補生みたいなところもあるんですけども、3年か4年かわからないですけども、とにかく、ずっとあすかさん1位でしたよね。その後に、私の同期の長友かな子が1位を取り、そしてその後は、北斗でしたかね。歴代ちょっと会社が、こいつ売り出そうかなって思うような、選手がみんな1位になってるんですけども、あすかさんは本当すごい連続して何年間も1位だったの
覚えてますね、はっきりと。前場の中にいながら、選手の中にいても、スターだなっていうふうに感じるところがもう本当いくつもありまして、いつもちょっと前者の皆さんの中から、ちょっと抜けているっていうか、ずば抜けて、別に一人でいるわけではないんですけども、スターだなっていう風に、多分みんな、思っていたと思います。前者の中の風紀を乱すような、一人でどっかに行ってるっていうんじゃなくて、みんなと一緒のコミュニケーションを取りながら、前者の外にもいっぱいお知り合いとか、お友達みたいな方がいっぱいいらっしゃって、しかも例えば芸能界とかでも歌手の方とか、女優の方とか、いろんなトップの方の方が多かったですかね。で、他の芸能界だけではなく、そういう会社とか企業の方とかでも、すごく上の方から、可愛がられるというか、そういう才能ある方で、みんなから、後輩からは慕われて、アスカさんよりも目上の方からは、ものすごく可愛がられるっていう、誰もアスカさんを、野郎みたいな感じで思っている人はいなかったと思いますね。もちろん、試合は別なんで、クラシカル対互角同盟戦った時も、アスカさんとか、皆さん、膝をね、すごく怪我をしてたんで、そこをもうダブさんとよく狙ってやってましたけど、攻めてましたけども、そこはね、すごくウィークポイントだったんで、もちろん試合の時には狙って攻めたりとかしちゃいましたけども、やっぱし勝てなかったですよね。それで、先輩たちが、長井さんが引退されて、アスカさんは残られたんですけども、ダブさんとか、大森さんとかも引退されてしまって、私の、2年先輩が、立野さんが残っていました。そして、その上に、アスカさんも残って一番トップとして残っていてくれたんですけども、その時にアスカさんは、スリザベイの赤いベルトを持ってました。クラシカル対互角同盟の時にはもういつも負けてましたけども、やっと私も実力がどんどんついてきて、本当にこれで前場のトップを狙っていくとか、スリザベイのベルトを狙いたいっていう立場ぐらいになった時にですかね、その時にもアスカさんと当たるチャンスがすごくあって、勝てる、チャンスは残っていたんですけども、結局、一度も勝てなかった。勝ったことのない先輩ですね。アスカさんが赤いベルトを持っていた時に、挑戦権すら私は、会社に与えてもらえませんでした。だからタイトルマッチ多分やってないと思います。アスカさんに挑戦してないと思います。結局挑戦するところまでも追いつけず、届かなくて、結局はアスカさんそのベルトを返上して、引退してしまうんですけども、1回目のこの引退ですよね。引退の時には、すべて戦ってるうちにも、かわされてしまう。あっちはすごく冷静に私のことを見ていて、多分全部やることが分かっちゃってた、バレちゃってたじゃないかなって思うぐらい、すごく冷静に、これやろうとか、声を荒げることなく、いつもさらっとかっこよく、試合が終わってみると、アスカさんが手を挙げてるのを下から、私が倒れながら見ているっていう状況がいつもでしたね。なんかもう、あまりにも実力差がありすぎて、技術的にも実力的にももう全然上のレスラーっていう、感じでしたね。勝てなかったです。そうだから、思い起こしてみても、あの時にチャンスがあり、それでもし万が一なんですけども、これで、あと半年とか、あと1年とか、もしアスカさんが残っていてくれたとしても、私は多分アスカさんに勝つための何かっていうものが、あの時に、なかったと思います。それで、今考えて、例えば私がアジャとやっている時とか、カントリーと団体をかけてやっている時のような、戦い方では全然ないんですけども、だとしても、私はランスアスカをイラッと来させることすら、声を荒げさせることすらできなかった。もう全然、手の届かなかった。実力的にも技術的にも、そして持って生まれたスター性、すべてにおいて、一切、歯の立たなかった。そして、今思い出しても、この一生勝てないっていう思いのまま、このまま私は、終わるんだろうなって、その現役の時も思ってましたし、アスカさんが引退されて、もう一回何年かして戻って来られた時あったんですけど、その時にはもう、アスカさんは、ヒールっていうか、悪役に変わって、逆に組むことが多かったんですよね。戦うこともちょっとなく、その時に戦ったことがあったんですけど、その時には、勝った
と思います。でもその時はもう、やっぱり私が強いなと思っていつも勝てなかったライオネス飛鳥さんではなく、一回引退されて戻ってきた飛鳥さんだったんで、その時はもう組むことが多かったんでね、結局なんかこのクラッシュギャルズ対互角同盟でも負けていた最後、飛鳥さんがチャンスをくれて残っていてくれたのにもかかわらず勝てなかった。この、なんかトラウマみたいなのはね、もうずっと今でも、残っていて、でも、それをこう、チキショーとか憎いとかっていう感情ではなく、なんかあの人は、もう、ちょっとこう、手の届かない、違うところにいるスターっていうのが今でも、会うともうほんとドキドキするし、あ、飛鳥さんだみたいな感じで、こうちょっと近寄りがたい、そういう、こう、レスラーとしてもそうだし、人間的にもこう、すごい、オーラを持った、私、ブル中野がいつまでも、あの人にはちょっと勝てないな、全然手の届かない存在だなと、引退するまで思わさせ続けさせられてしまった、手の届かない先輩、一番強かったレスラーは、このライオネス、アスカさんです。